皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと迷ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は努力というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日も一昨日紹介した仕事ができる人は知っているこびない愛嬌力からお話をしたいと思います。ちょっとね、今手元に本がないので表紙だけ載せておきますね。こちらの本には愛嬌力の9つの要素が紹介されています。そのうちの一つが努力は人に見せないです。実は正直に言ってしまうと、私はこの価値観、日本の価値観ですね、真逆の意見です。確かに結果は大切ですよね。でも努力をしているというのがはしたない、恥ずかしいっていうのはなぜって思っています。こびない愛嬌力の本では、努力はわざわざ言わなくてもいいと書かれてありました。自分から言うと自慢や承認欲求に見えてしまうからという理由でした。承認欲求は他人から他者から認められたい、自分の存在や行動を評価されたいっていう人間が誰しも持つ基本的な心理欲求、心理的な欲求のことですよね。学術的には悪い意味でもいい意味でもないニュートラルな表現なんですが、一般的にはあまりいい意味では日本では使われないかなと思いますね。そういう理由があるので、結果が出てから人からどうやって結果を出したのと聞かれたら初めて〇〇を頑張ったんですよと言えばいいというアドバイスでしたね。結果が出るまでは努力については自分から言わない方がいいということですよね。トピックを読んで思い出したことがあります。女性の友達と話したすごく印象に残っている恋愛の話なんですが、彼女は彼と同棲をしていて、彼が家のことをやった後に毎回これやったよ、あれもやっといたよって逐一一つ一つね、報告してくるタイプだったそうですね。努力していることを毎回報告してくるタイプだったということです。やっぱり努力してることも褒めてほしいですよね。でも、彼女は、私もいろいろやってるけど、私はいちいち言わないじゃん。なのに、褒めてほしいって変じゃない？で、ちょっと、イライラしてたんですよね。で、私が、普通に褒めてあげたらいいんじゃんって言ったんですよ。そしたら、彼女、なんて言ったと思いますか？褒めたら調子に乗るくない？って言ったんですよ。これは私は結構びっくりしました。思わず、調子に乗っても良くない？むしろ調子に乗ってもらったらいいじゃんって返したんです。だってありがとう、嬉しいって私が言って、相手が調子に乗って、もっとやろうかなって思ってくれるなら、すごくいい関係性じゃないですか？でもどうやら日本では調子に乗らせたくないとか、褒めすぎるとダメになるという感覚が結構強いみたいなんですよね。努力に対して褒めるとダメになるという感覚があるみたいです。これは恋愛に限った話ではなくて、ビジネスとかそういう面でも共通している感じがしますね。部下を褒めて伸ばすっていう本とか、中間管理職と呼ばれる人たち向けの研修で褒めるっていう研修が結構あるんですよ。褒め方の研修ですね。これは逆に褒めない上司が多いという証拠になりますよね。つまり、それだけ褒めるっていうのは特別なスキルで自然にやるものではないって考えている人が多い
ということですよね。でも、そういう理由があって努力に対して褒めない人もいるので、日本人に褒められなくてもすぐに評価されてないとは思わなくて大丈夫かなと思います。言葉にしないだけで、心の中ではそれについて認めている場合も実は多いかなとは思いますね。今日は日本の努力を語らない美徳と褒めない文化についてお話ししました。結局この2つつながってるんですよね。努力を語ることははしたない、恥ずかしいこととされて、褒めることも調子に乗らせると思われてしまうわけです。だからみんな黙って頑張って黙って我慢するんですよね。でも私は思うんですけど、努力を共有するっていうのは自慢じゃないと思うんですよね。応援し合うためのコミュニケーションになるんじゃないかなと思うわけです。今これ頑張ってるんだよねって言えて、すごいじゃん、頑張ってるんやって言える関係の方が、私的にはお互い健康的な関係かなって思いますね。結果が出るまで黙っているのが日本の美徳ですが、もし結果が出なかったらどうなんでしょう。その努力は誰も知らないまま、認められないまま消えてしまいますよね。努力しているその過程から学んでることもたくさんあると思うんですよね。だから少し寂しい感じがしますね。皆さんの国ではどうですか？努力の過程を話すことは自慢だと思われますか？それとも自然なことですか？よければ皆さんの文化や考えを教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。